オカルトというか、不思議体験になると思うが、何かわかる人がいるかもしれないから、初めてだけど書かせてくれ。俺は大学は都内でそのまま就職して、今も都内に暮らしてるんだが、出身は東北の田舎で、実家は今もそこにある。コロナが流行る前の年の盆に実家に帰ったんだが、いつもは実家に帰るときは最寄り駅まで電車で行って、そこから親に迎えに来てもらって車で帰るが、その時は親が出かけていて迎えに行けないと言われ、歩いて実家に帰った。歩いても30分かかるかどうかくらいの距離だから軽い運動程度の距離だ。その道の途中に参道に複数の鳥居がある神社があって、昔からあるんだが、普段は歩いて通ることは少ない道だから、久々に見た感じがした。その時にふと思い出したんだが、そういえばこの神社の中に入ったことがなかった。実家からそれほど遠くないところにあって、存在も知ってるのに、そんなこともあるんだなと不思議に思ったが、それほど気にしなかった。その時も別に用はないし、入らなかった。昔からこんな感じで入らなかったんだろうくらいだった。実家に帰って家族で夕飯を食ってテレビを見てたら、どこだかの神社の特集がやってたんだが、その時に昼間の神社を思い出して、そういえばあそこの神社行ったことないって話を親にしたんだが、そうしたら母親は私もないと言って、父親を見ると、そういや俺もないなと言った。さすがに、って感じだった。母親は結婚して別な場所から来たから、信心深くなければ大人になってから神社なんか行かないかもしれないが、父親は子供の頃からここに住んでいる。数十年も住んでて、大して遠くない神社に行ったことないってあるかなと。ただ父親は、特に用もないし、薄暗いから子供の頃は気味悪かったから行かなかったんだろうということだった。少し不思議に思ったが、その時もそれ以上この件は話さなかった。翌日の夜に、この時実家に帰った本来の目的である中学校の同窓会に行ったんだ。同窓会といっても、今でも付き合いのある友人10人程度の飲み会だったが、そこで話のネタにまた神社の話をしたんだ。地元の神社だからみんな知ってるだろうし、いいネタになるだろうと思ったんだが、まさかの結果だった。誰も敷地の中に入ったことがなかった。さすがに、そんなことあると思った。家族と友人、自分を含め20人くらいが、誰の家からも30分以内にあるような神社に入ったことがないって。この話を友人と掘り下げもしたかったけど、誰もオカルトファンって感じじゃなかったし、俺自身も違うし、変人扱いされるのは嫌だったから、その後はこの話はしなかった。同窓会が終わって家に帰った後も、神社が気になりだしてすぐには寝れなかった。と言っても、同窓会で酔ってたから結局寝たが。翌日、気になって仕方がなかったので、神社に行ってみた。神社の前まで来て神社を見ると、参道と言っても30メートル程度だと思うが、に鳥居が4つある神社で、奥の方に建物らしきものがある。早速行ってみようと思って最初の鳥居をくぐった瞬間に異変を感じた。うまく口で言い表せないが、なんか心がざわつくというか、ここにいたくないって強く思う感じというか、とにかく何かものすごく居心地の悪さを感じた。それでも先に進むと、鳥居をくぐるたびにそれは強くなり、最後の鳥居をくぐる頃には動悸も激しくなり、自分の心臓の音が聞こえるような感じもし、視野も極端に狭くなっているように感じた。さすがにまずいなと思い、ちょっと見て帰ろうと思って神社の建物を見たのだが、建物もおかしかった。神社とかにあまり詳しくないのだが、神社って普通、本殿と拝殿に分かれてて、拝殿の裏に本殿があるよね。でもそこは建物が1個しかなかった。拝殿なのか本殿なのかはわからない。建物自体もかなり傷んで古ぼけてはいたが、数百年とかの歴史を感じるものではなく、一部トタンなんかも使われて、どう考えてもできて数十年程度、どんなに遡っても昭和初期程度だと思われた。鳥居の正面にあるから、これが神社の本殿か何かだと思うが、
神社によくある賽銭箱も鈴もなかった。ただ、名前を表すような額縁というか、木の板が正面の上の方に取り付けられていた。消えかけているのか、汚れているのかわからないが、よく読めなくて、一番最初が8、文字の一部かも。次が円か門、何かの文字の下半分に見える。下に2本突き出る文字っぽい。らしき文字。その次にもう一つ読めない文字があって、最後は社だった。読めない文字はどう譲っても神には見えないので、神社と書いてあるわけではないと思う。そういう昔の書体の可能性もあるが。さらに建物の正面は小さな木の格子窓があって、中を覗いたら奥の祭壇みたいな場所に多角形の骨壺みたいなものと白鞘の刀か、もしくは木刀らしきものが祀られてた。白鞘も白よりも黒に近いくらいくすんでいた気がする。神社に詳しくないのと、そもそも精神状態が普通じゃないので、よく見たって感じではないから。骨壺かと思ったのは、前年に祖父が亡くなっていて、その時に祖父の遺骨を入れた壺に似てたから。祖父のは絵柄が入った骨壺だったが、そこにあったのは白だった。ちょっと汚れがあったような気がする。気持ち悪かったし、もう帰ろうと思った時に、突然、何をしていると声をかけられた。声の方を向くと、工場の人が着るようなつなぎの作業服を着たおじさんがいた。おじさんは俺を見ると、驚いたような顔をしていたが、怒るわけでもなく、落ち着いた声で、ここにいるのは辛いだろう。帰りなさい、と言った。俺もそのつもりだったので、うなずいてそのまま帰った。精神状態も限界で、返事はできなかった。すれ違う瞬間に何か言われたような気がするが、もう聞き取れなかった。また鳥居をくぐりながら出ていくと、くぐるたびに症状は軽くなり、最後の鳥居を出ると何事もなかったかのように気持ちは軽くなった。神社の方を見ると、まだおじさんはいて、俺がその場を離れるのを見届けるまで離れなさそうだったので、急いでその場を離れた。家に帰って落ち着いてから、改めて神社のことを考えた。ここからは推測でしかないが、あそこは多分神社ではなくて、何かよからぬものを封じるのか、抑えるのか、祀るのか、とにかく俗に言う神様関連とは別のもので、みんな行ったことないのは、近くに行くと入りたくないという衝動に駆られるから、本能的に避けていたのかもしれない。あの衝動は人を近づかせないための魔法、結界、呪術みたいなものとか、声をかけてきたおじさんはよくわからない。ここの神主みたいな類の人なのかもしれないけど、仕事中だったのか、つなぎの作業着だったからよくわからん。ただ、これを書いていて思ったのだが、ここにいるのは辛いだろうと言っていたので、おじさんは俺が精神状態がおかしくなっていることを気づいていたのと、おじさん自体は平然としているように見えたから、おじさんが結界だかなんだかを作った本人かもしれない。結局、中にあった骨壺と刀が何なのかはわからない。どう考えても普通ではなさそうなものなので、あれ以来近づいていないし、話題にも出さないようにしている。何かわかる人はいる？